여러분, 안녕하세요. 재미코리아 한국어 교실입니다. 今回は漢字で学ぶ韓国語をご紹介いたします。突然ですが皆さん、韓国も昔漢字が使われてたって知ってましたか？その昔、日本と同様中国から漢字が伝わり、日本よりもはるか昔、紀元前2世紀頃から朝鮮半島では漢字が使われていたそうです。一方日本は5、6世紀、古墳時代から漢字が使われ始めたそうです。今回ご紹介する漢字は、石です。日本特有の読み方、訓読みは、石というのに対し、朝鮮固有の単語、固有語は、ドルと言います。一方、中国の漢字に基づく日本語の音読みは、石に対し、韓国語の漢字語は、석と言います。石、석で学習していきましょう。では、石の漢字が入った単語を考えてみましょう。石油、石炭、化石、隕石などの単語があります。石の漢字の韓国語は석なので、あとは残りの漢字の韓国語がわかれば単語を完成させることができます。石油の油の漢字は油なので、石油は석유となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。석유、석유、석유。そして、石炭の炭の漢字は炭なので、石炭は석탄となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。석탄、석탄、석탄。そして、化石の化の漢字はファなので、化石は화석となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。화석、화석、화석。そして、隕石の隕の漢字は운なので、隕石は運석となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。運석、運석、運석。中級以上の方はしりとり、끝말잇기をやってみましょう。最初、日本語の漢字でしりとりを考えます。石油、油田、田園、延長、長寿、寿命と考えたとします。漢字が同じであれば、韓国語も同じなので、該当する韓国語を当てはめていきましょう。석유、유전、전원、원장、장수、수명。このように日本人の特性を生かして芋づる式に単語を増やしましょう。今回のレッスンはここまで。
最後にいいねとチャンネル登録を。잘 부탁드립니다。チェミコリアン韓国語教室でした。